こんにちは、斉藤直樹です。今回は、脱初心者、立ち絵を描くときのウルトラテクニックということでお伝えしていきます。今回は、キャラクターイラストを描くときのポイント、そして最後に、実際にデジタルで描くときに活用した方がいい便利技についても合わせてお伝えしていきます。ポイントが多いので、早速、いっちゃいますね。わかりやすいポーズにする。はい。まず、立ち絵を描くときに一番最初に注意すべきポイントは、基本的には正面から見たポーズにするということです。当たり前じゃねって思うかもしれませんが、これね、特に初心者よりも中級者以上の人が陥ってしまう意外な落とし穴で、絵を描き慣れてくるとね、絵にどんどんこだわりというか、工夫する点が増えていくので、その工夫の一つとして、煽り構図や俯瞰構図を多用して、できるだけありきたりじゃない構図にしてやろうという工夫を施す人がどんどん増えていくんですよ。それ自体はいいことではあるんですが、これね、立ち絵の場合には別なんです。立ち絵でこういった変わった構図の絵にしてしまうとですね、立ち絵としてあんまり見栄えがしません。なぜかっていうと、立ち絵ってゲームでも VTuber でもどっちでもそうなんですが、ずーっと長い時間見ている絵ですし、それに会話シーンとかで使う汎用的な絵じゃないといけないので、この絵をですね、口パクさせる場合も多いんです。そんな時にあんまり角度がついた絵だと、画面を見ている人との会話が成立している感じがなくなってしまうので、絵としては見栄えが良くても、立ち絵としては機能しなくなっちゃうんですね。これはね、まず上達する前に最初に注意すべきポイントです。それを踏まえてポーズを書き進めていきます。さっき正面と言いましたが、特にゲームの場合はですね、必ずしも真正面である必要はありません。画面のこちら側にいる自分とちゃんと目があって会話が成り立ちそうな角度であれば問題ないでしょう。その範囲で見栄えがする角度やポーズを考えていきましょう。ただですね、これ VTuber の場合にはちょっと違って、本当に真正面の方が圧倒的に多いと思います。VTuber はゲームと違って視聴者に話しかけていくようなニュアンスがより重視されるので、 VTuber の立ち絵を描くときには基本的には真正面で描くことが多いでしょう。僕が今回描いていくのはゲームの立ち絵の場合を想定していますね。立ち絵の絵は他のイラストよりもかなり厳密にデッサンが整っている必要があります。理由は衣装差分だったりアニメーションをつける場合が多いので、ちょっとでもねデッサンが狂っているとすぐに違和感につながってしまうからですね。なのでこんな風にキャラクター素体の段階から整合性をある程度整えていくことが多いです。はい。こんな感じで一旦グレーで色を塗ってみて、大きく形が崩れているポイントがないかどうかチェックします。違和感がなければ次に進みましょう。頭身に気をつける。今描いた素体に衣装を書き加えていきましょう。この段階で注意すべきポイントは頭身です。素体の段階では髪の毛を書き込んでいないので顔が大きくなりがちですが、そこに髪の毛を書き込むと思ったよりもさらに顔が大きくなってしまう場合があります。立ち絵の場合には顔をなるべく大きくするのは親しみやすさとキャッチーさがアップするので大事なのですが、あんまり顔が大きすぎるとちょっと子供向けなイラストになりすぎてしまう場合があります。あと逆にですね、人によって注意すべきなのは、頭身が逆に高くなりすぎてしまうことでしょう。スタイルの美しさや短美さを重要視する傾向があるクリエイターも多いので、人によっては10頭身以上の顔が超小さいキャラクターを描いてしまう場合があります。大きな画面で見る場合にはそれでも構わないのですが、立ち絵って動画やゲーム内で全身あるいは上半身を全部映すように表示することが多いので、あんまり頭身が高いとですね、顔が小さすぎて見栄えがしない場合が多いんですよ。自分はイラストを描いていくときに頭身が高くなりがちか、それとも低くなりがちか、どちらのタイプなのか知っておいて、ちょっと顔が大きくなりがちだなと思ったら少し小さめに、逆に小さくなりがちだったら少し大きめを意識してバランス調整をするといいと思います。僕的には女の子のイラストの場合には 5.5 から6頭身ぐらい、男性イラストの場合には6頭身から7頭身ぐらいが見栄えがしやすい印象があります。それよりも頭身が高いキャラクターの場合には足をちょっと折り曲げたり上体を前にかがめて、頭身は高いんだけど全体としては顔の比率が大きめといった体のイラストにすると見栄えよく頭身が高いキャラクターを描けると思います。はい。こんな感じですね。一応補足しておくと、立ち絵だからといってしっかりと地面に立っている必要はありません。使いどころにもよりますが、むしろ軽くジャンプしているようなポーズの方が汎用性が高い場合が多い気がしますね。立ち絵はデッサンが命。
さて、今描いた下書きですが、普通のイラストだったら、この段階からすぐに清書に進めてしまっても問題はありませんが、こと立ち絵の場合には、まだ下書きとしては不十分です。もう十分下書きになってるじゃないって驚く人もいるかもしれませんが、いえ、全然足りませんね。というのも、さっき言ったように、立ち絵というのは、ゲームでも VTuber でも、どちらでも言えることなんですが、その絵をずーっと何十時間、何百時間と見ている可能性がある絵なんです。なので、普通のイラストよりも要求される水準がめっちゃ高いと思ってください。普段僕は、デッサンは二の次。別にちょっとぐらい変なところがあっても、そんなものはあんまり気にしなくてもいいと言っていますが、立ち絵の場合は、別です。立ち絵の場合はですね、もう何が何でもデッサン崩れを直してください。手足の長さ、太さはこれでいいのか、手の表情はこれでいいのか、顔の傾きやひねり方は不自然じゃないのか、考えうるすべての不自然さをこの段階で取っておきましょう。立ち絵の場合には、絵の魅力をどんどん積み重ねていくことも大事なんですが、それよりも大事なのが、絵の魅力を下げるマイナス要因をなるべく減らしていくことが、より重要度が高いんです。僕が、立ち絵ってめちゃめちゃ難しいよと言ってるのは、そういう理由からなんですね。このように先ほどのラフからさらに一歩踏み込んで、より正確な形にこの段階で整理していきましょう。どのぐらい整理した方がいいのかについては、もうそのまま線をなぞるだけで線画になってしまうくらい、そのぐらい正確なラフを描くのが望ましいと思います。この段階でどのぐらい魅力的な絵にできるかが、この立ち絵の生き死にを決めると思っていただいて間違いありません。そのぐらいこの工程は大事ですね。線や色ははっきり正確に。次は線画の工程です。先ほどのラフの状態でかなり正確に形をとっているので、この段階はそこまで難しい作業ではありませんが、いくつか意識するポイントがあります。一つは線の太さについて。立ち絵の場合には線はあまり細くなりすぎることのないように太めに描くのが重要と思います。というのは、これも絵の大きさや見る媒体の問題なんですが、立ち絵を見ることが多い媒体は、スマホ画面やゲーム画面のように結構小さめの画面が多いと思います。もちろんそれをテレビ画面に映すこともあるとは思いますが、絵作りは見る頻度が多い環境に合わせて制作するのが基本なので、スマホの小さな画面で見た時の見やすさを第一に考えるのが見栄えよく仕上げるためのコツです。で、その想定で言った時に、線をですね、あまりにも細めに描いてしまうと、単純に視認性が悪く、絵が見にくくなってしまうんです。なので、立ち絵の場合には、線は気持ち太めに描くのが見栄えよく仕上げるためのコツです。ちょっと線の主張が強すぎるのは苦手だな。もっと線の印象を弱めたいな。という作風の場合には、線の細さでインパクトを弱めるのではなく、これも後で触れますが、線の色を薄くすることで印象を調整するのがいいと思いますね。次に色塗りです。最初は設定した色を塗りつぶしていくだけなので、あまり意識するポイントはなく、普段通りに進めていけばいいだけなので、サクサク飛ばしてしまいましょう。一応一つだけ注意すべきポイントとしては、塗り漏れやはみ出しについては、紙媒体で使用するイラストよりも十分注意すべきだと思います。これは立ち絵だけではなく、データとして使用するイラスト全般に言えることですが、塗り漏れやはみ出しがあると、その絵を他の背景に使用した時に、ものすごく違和感が出てしまう場合があります。こうなっちゃうと、キャラじゃなくて、ただの円に見えてしまいます。紙媒体では、ちょっとぐらいの塗り漏れやはみ出しがあっても、それが味になることも多いんですが、データの場合には、それがマイナスに働いてしまうので、これはね、気をつけましょう。一応予防措置としては、このように塗り分けの一番下のレイヤーにベタ塗りで下地を作っておくと良いでしょう。最悪塗り漏れがあったとしても、背景が透けて見えることを防げます。また、はみ出しに関しては、Photoshop の FX から境界線を利用すると良いでしょう。はみ出しやゴミがある場合には、このように強調してくれるので、その部分を消しゴムで綺麗にすることで解決できます。さて、最後の工程ですね。最後の工程は影付けです。影付けに関しては、今塗り分けしたレイヤーに直接書き込んでいってもいいですし、僕の場合には定山レイヤーを使って絵全体に影を追加していくやり方で影を追加していきます。もし僕のように定山レイヤーで一括で影をつけていく場合には、後で下地の色ごとに影の色を調整するとさらに良いと思います。例えばこのイラストの場合には、白い布地の影色を緑寄りのグレーに後から変更しています。このように下地の色によって影色を調整することで、布の柔らかさや硬さ、金属の質感などを表現できるので、余裕があれば調整を加えてみてください。さらにハイライトや反射光、上からグラデーションなどを重ねて絵の立地感
感を増していきます。このあたりの詳しい説明は端折りますが、詳しく知りたい場合には、こちらの動画を見終わった後で、この動画完全版見栄えアップ色塗り講座をご覧ください。色塗りの工程をかなり詳しく解説しております。エフェクトで彩りをプラス。キャラはこの状態で一旦置いておいて、次はエフェクト表現についてです。立ち絵の場合、エフェクトは非表示になっている状態で使われる場合も多いですが、立ち絵だけではインパクトが弱いため、後ろにエフェクトを置いて印象の強さを補完する場合があります。例えば、Twitter の宣伝画像として立ち絵を流用したり、敵キャラクターとして画面いっぱいに配置したい場合などは、エフェクトによってボリュームアップして豪華感や強さを増して見せるケースは非常に多く見受けられると思います。なので、立ち絵にとってエフェクト表現はセットで覚えた方がいい強力な武器と捉えた方がいいと思います。今回はオーソドックスにキャラクターの周囲を螺旋状に覆っているようなエフェクト表現にしてみました。簡単なエフェクトですが、これがあるだけで、くるくるっとね、キャラクターが動き回っているような動きを感じられるようになると思います。非常にお手軽なエフェクトですが、すごく使い勝手がいいので、この螺旋エフェクトは基本として覚えておくといいと思います。周りにキラキラエフェクトなどを併用しても、このようにきらびやかな印象になると思います。全体的に丁寧に細部を仕上げていったら、こちらで立ち絵のイラストは完成です。はい。ここまでで立ち絵の描き方は完璧ですが、ここからは実際にデジタルで描いていくときに使った方がいい、効率がぐんと上がるデジタル作画テクニックについても合わせて紹介していきます。これを覚えておくと、絵を描くのがすごく早く、そして楽になると思いますよ。ブラシ設定変更のショートカット。いろいろなショートカットがあるんですが、今回覚えてほしいのは2つだけ。1つ目は、サイズ変更のショートカット。絵を描いていて頻繁に変えるのが、もうちょっと太い線にしようかな。ここは細い線にして描き込もう。線を太くしたり細くしたりするサイズ変更だと思います。でもその度にブラシのウィンドウを開いていたら、ちょっと面倒ですよね。そんな時に活躍するのがこちらのショートカット。ブラシサイズを太くするのはカッコ閉じ。ブラシサイズを細くするのはカッコ始め。これを知っておけば、いちいち設定を開くことなく、線の太さを微調整しながら絵をスムーズに描いていけますね。ちなみにクリスタでも同じショートカットが使えます。それともう一つ、特に厚塗りをしていく人にとって重要なのが、不透明度の設定ですが、これもね、簡単に変えることができます。この上部に表示されている不透明度という文字にカーソルを合わせて、左右にスライドするだけ。そうするとほら、簡単に不透明度を変更することができました。これでブラシの不透明度を上げ下げして、こんな風に厚く塗り重ねしていくことができます。ちなみになんですが、この横にある流量、これが何かというとですね、不透明度が単純にブラシを透明化する設定なのに対して、流量を下げてみると、ほら、ブラシにかすれ感が加わりました。線をあえてかすれさせて味がある風合いを出したい場合には、透明度ではなく流量のスライダーをいじっているのも手です。透明度ロック。そして次に覚えたいのは、透明度ロックですね。線画のレイヤー、そして色のレイヤーに分けて目を描いていくとき、この色のレイヤーにはグラデーションを追加してより魅力的な目にしていきたくなりますよね。でも普通にグラデーションを乗せようとすると、ほら、こんな風にはみ出してしまいます。こうならないようにするためにはどうすればいいのか。それがここです。レイヤーウィンドウのこの格子状のボタンを押して、透明度ロックがかかった状態にしてください。そうすることで、ほら、さっきみたいにボケ足のついたブラシで目の中を塗っていっても、ほら、はみ出すことがなくなり、綺麗にグラデーションをかけることができました。アナログで言うなら、マスキングした状態になるということです。この機能はデジタルでお絵描きする上ではかなり頻繁に使うことになると思うので、ぜひ覚えておきましょう。クリッピングマスク。ただね、今、目のレイヤーに直接影やハイライトを書き込んでいきましたが、今の方法だと書き込んだ影だけを後から暗くしたり、明るくしたりという調整が難しいじゃないですか。もう一度上から明るさを調整するために、新たに書き込んでいく必要が出てきちゃうと思います。でも、クリッピングマスクを使えば、書き込んだ影やハイライトだけを後からいくらでも調整することができます。やり方はこうです。まず、色分けしたレイヤーがありますね。その上に、新規レイヤーを追加します。そしたら、この新しいレイヤーを選択した状態で、右クリック、クリッピングマスクの作成を選択します。そうするとほら、下のレイヤーに紐づいたような状態になりました。この状態でレイヤーに影を書き込んでいってください。下のレイヤーの色の範囲にしか書き込めない状態になりました。このように影色のレイヤーを分けることによって、例えばこんな風に影色をもっと明るくしたいとか暗くしたいとか色味を変えたい場合にそこだけの色を変えることができちゃいます。ね、クリッピングマスク。すごく便利でしょ？
レイヤーマスク。デジタルはブラシも豊富ですから描くのが楽しいんです。例えばこんな雲状のブラシ。こういうブラシでふわふわっと描き込んでいってこだわった雲が出来上がったとしますよね。でも、ちょっと大きく描きすぎて一部キャラクターに被っちゃった。この雲の一部を消したいんだけど、でもなせっかく描いたのにこの一部を消しちゃうのはもったいないななんていうことがあると思います。そんな時にはレイヤーマスクが便利です。レイヤーマスクを使えば元描いた絵を消去せずに一部だけを非表示にしておくことができるんです。やり方はこうです。一部を非表示にしたいレイヤーを選択した状態でレイヤーウィンドウの下にあるこのボタンを押してください。そうすると今選択しているレイヤーの隣にもう一つ四角い枠が表示されました。この新しい四角を選択してここを黒で塗っていってください。そうするとほら、黒で塗っていた部分の雲が消えました。でもね、これは雲の絵が消えたわけじゃないんです。非表示になっただけ。今度は白を選んで、今雲が消えた場所を再度塗っていってみてください。そうするとほら、今消えていった雲がまた元通り再び表示されました。このように非表示にしたいんだけど絵を消したくない。そういう時にこのレイヤーマスクはすごく役に立ちます。こういう元データを壊さずに絵を編集することを非破壊編集と呼んだりしますが、デジタルはこの非破壊編集がすごく得意です。ぜひ活用してみてくださいね。レイヤー移動。でですね、今紹介したようにクリッピングマスクやレイヤーマスクなどをいろいろ駆使してレイヤーを増やしていくとですね、すごく綺麗な絵を描くことはできるようになる反面、あのレイヤーどこ行ったっけってね、目的のレイヤーを見失いがちです。そういう時にはこの機能、レイヤー移動を駆使しましょう。やり方は至ってシンプル。例えばさっきの目のレイヤー、いろいろな影やいろいろなハイライトを乗せていって、どれがどれだかわからなくなってしまったという時、このハイライトだけを編集したいなって思ったらですね、このハイライトの上にカーソルを持ってきます。そして Mac の場合はですね、コマンドプラス右クリック。Windows の場合にはコントロールプラス右クリックすることで、この部分に表示されているレイヤーのリストが表示されます。複数表示されている場合には、上に表示されているレイヤーが上に表示されています。なので、選択したい目のハイライトはこれですね。そうするとほら、選択したいレイヤーを画像から一発で選択することができました。このレイヤー移動機能をうまく使えば、いくらレイヤーが増えようと大丈夫。どこにレイヤーがあったのか、いちいち探し回らなくても、一発で目的のレイヤーを探し当てることができちゃうんです。めっちゃ便利でしょ？ということで、いかがだったでしょうか？今回はキャラクターイラストの描き方、そして作画テクニックについてお伝えしてきました。また今回の動画を見て、全身も描きたいんだけど、特に顔のイラストがうまく描けるようになりたい。顔を可愛く、かっこよく描くコツ、詳しく教えて。という場合には、こちらの動画がおすすめです。必見、これを意識すると、顔がうまく描けるようになります。ですね。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。